見てください、このふかふか感。思いっきり押しても戻ってくる弾力、すごいですよね。こんにちは、自家製酵母パン教室オランジュリーのみかです。今日はライ麦の食パンパンドミセーグルを一緒に作っていきましょう。まずミキシングです。材料はこちらです。軽く混ぜましたら水分を加えていきます。ここは手早く混ぜていきましょう。しっかり混ぜておくとこの後の作業が楽になりますよ。粉がなくなりましたらテーブルに生地を出していきます。もうちょっと材料をね、しっかり混ぜ合わせていきます。生地を両手で持って叩きごねをしていきましょう。すごい柔らかい生地ですよね。叩いていくうちにしっかりね、生地まとまってきますので、最初はねベタつくかもしれませんが気にせず叩いていきましょう。今日のパンは食パンなので高さが欲しいパンになります。なのでね、ここでね、強いしっかりしたグルテンを作っていくことが美味しいパンをできる、ね、ポイントになりますので、ここはしっかりこねていきましょう。弾力が出てきたらグルテンチェックをします。生地がね、ゴムのようにしっかり伸びれば OK です。長く伸びるかではないのでね、そこは間違いないようにしていきましょう。膜を見てもらっても大丈夫ですよ。バターを混ぜ込んでいきましょう。入れやすいように少し細かくしてから加えていきます。遠くまでね、しっかり伸ばして生地全体にバターを入れましょう。半分ぐらいバターが混ざったら今度は叩き混ぜをしていきます。完全にバターが生地に入り込むまでしっかりね叩いていきましょう。生地を丸めて一次発酵に入ります。30度で40分、室温で発酵させる場合は2倍近くなるまで温かいところに置いておきます。はい、膨らみましたよね。大きくなりました。生地を出していきます。一度ガス抜きをしましょう。2分割していきます。1個 250g ぐらいです。緩く丸めてレンジタイム10分取っていきます。その間に食パン型にバターを塗っておきましょう。バターじゃなくってね、サラダオイルだったりとかオリーブオイルでも OK です。成形をしていきます。打ち粉をして閉じ目をね上にして生地をのせていきます。軽く平らにしたら綿棒で伸ばしていきましょう。両サイドを中心に向かって折っていきます。手前からくるくる巻いていきます。巻き終わりを下にして型の中に入れていきます。もう一個も同じようにやっていきます。生地の厚さをね揃えてあげましょう。このね合わせ目のところ隙間が入らないように軽く押さえてください。
空気がね残ってるとね穴が開いたパンになっちゃいますんでね。でここはちょっときつめに巻いていきましょう。この後最終発酵に入ります。35度で30分。室温で発酵させる人は上にねふんわりラップをして温かいところに置いておきましょう。途中オーブンに余熱を入れておきましょう。ここでちょっとお知らせです。タッパーで始める硬化水パンという本を出版しています。今回のパン作りとはちょっと違う2日間に分けてゆっくり発酵させるパン作りです。忙しい中でもパンと自分にじっくり向き合えるパン作り、熟成されたパンの美味しさをぜひ味わっていただきたいです。書店で見かけましたらぜひ手に取ってみてください。最終発酵が完了しました。生地の一番高いところが型の高さまで来てれば発酵完了です。200度で20分焼いていきます。焼き上がったら型を一度叩き落とします。で型の周りを叩いてあげたら出していきましょう。いい色に焼けていますね。ではカットをしていきます。完全に冷めてから切ってくださいね。温かいとね切りにくいですのでね、しっかり冷めてからカットしていきましょう。ふかふか感はね冒頭で見てもらった通りなんですけれども、カットした生地もねちょっと見てもらいましょうか。ふかふかですよ。すごい弾力ですよね。これね卵サンドとかにしてもらうのおすすめです。パン作りをもっと深めたい方へ、このチャンネルではいつもレシピの作り方をご紹介していますが、さらに一歩進んでルヴァンリキッドをしっかり学べる動画講座をご用意しています。こねて作るパンもこねないパンも両方を体験しながら学べるので、ご自分のスタイルに合わせて続けていけます。動画は手元がしっかり映り、発酵の見極めや生地の扱い方など本では分かりにくいポイントまで丁寧に解説、ご自宅で好きなタイミングで練習できます。ご興味のある方は説明欄から詳細をご覧ください。あなたのパン作りが次のステージへ進むお手伝いになれば嬉しいです。最後まで視聴していただきありがとうございます。少しポイントを説明していきますね。まずこのパンはパンドミなので釜伸びはほとんどしません。きめの揃ったパンを楽しんでください。でバターなんですけれども、必ず冷蔵庫から出したものを使っていきましょう。バターがね溶けてしまうとパサパサの原因になりますので、必ず冷たいものを使ってあげて、しっかりしたねグルテンができているとバターが混ざりにくいです。バターが混ざらないとね心配にならずに、混ざらなければいいね生地ができたと思ってください。ぜひね楽しんで作ってください。もしこの動画が気に入りましたらぜひチャンネル登録もお願いします。またね次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。